皆さんどうもこんにちは、西井です。今日も私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。さて今日の動画ではですね、シマノのこの RC9 とそれから RC9T こちらのですね違いをまとめております。で、実際こうまとめたところですね、このシマノのこの RC9T これはですね、思った以上によく考えられていて使えるシューズでした。ぜひ最後まで見ていただけたらとても嬉しいです。それではスタート。私のチャンネルを初めて見る方、どうもはじめまして、西井です。伊勢神宮にほど近い三重県の多気町というところからですね、シューズの解析ですとかレビューの動画をアップしております。でなんでですねこのシューズの解析なんかを始めたかと言いますと、私こちらの多気町でフィッティングのスタジオをやっているんですが、そこで多くのお客さんのシューズに触れさせていただくんですが、その時にですねシューズのこの合成指数っていうのがありまして、それがもうメーカーでバラバラなんですね。なので、何かご提案をしようと思った時にもですねちょっと非常に難しい。ということでですね、もう改めてこのシューズの合成っていうのを統一規格を作ってしまおう、そんなコンセプトでですねこの動画は始めました。もしねこのチャンネルを見るのが初めてでしたら、下にあるこのチャンネル登録ボタン、これを押していただけると最高に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。それではですね、今日のメインテーマ RC9 と RC9T を見てみましょう。こちらが RC9 です。持ってらっしゃる方もね非常に多いんじゃないかと思います。うちのフィッティングでもですねこのシューズを持ってらっしゃる方が非常に多いです。そしてもう一個の方、これが RC9T ですね。なかなかね RC9T というとトラックモデルなので、どっちかというとプロの方とかが多いんじゃないかなと思います。これをね持っている方いらっしゃいますか？さあじゃあこれをね今日は早速比較してみていきましょう。まずは重量の比較です。 RC9 は 239g、 RC9T は 247g でした。カタログ値だとどちらも 235g ぐらいでしたので、それよりちょっと重い感じです。ではまずアッパーのですねベロタンの構造をね見てみたいと思います。 RC9 はご覧のようにここが一体化ですね。ここから外からぐるっと回って中まで一体の構造になっています。一方で RC9T はどうかと言いますと、ここがわかりますか、別になっています。こういうことですね。一体にはなってません。ですから外と中というふうにこれ分かれています。ここはね RC9 と RC9T の大きな違いの一つだと思います。スタックハイトは RC9 が 5.6、 RC9T が 5.7 でした。これカタログスペックを見るとですね、どちらもスタックハイトが 4.9 というふうに出ていましたけれども、どうも実測値でですね、4台がなかったので、ちょっともう少し厚い感じがします。前回も確認した合成指数をね、ちょっと見てみましょう。RC9T はですね RC9 よりもちょっと硬い、合成があるっていう結果が出ました。では具体的にどれぐらいかって言いますと RC9 よりも 15% ほど硬いのが分かりました。またねじれに対する合成もですね、16% ほど硬い。これ踏み足の時ですけど、ですからねじれに対しても、踏みに対する曲げに対しても硬い。で引き足の時の曲げ合成に関してはほとんど、差がない。 RC9 よりちょっと、1% ですから、これはもうほぼ差がないと言っていいんじゃないかなと思います。
そしてねじれの合成に関して言えば 17% 硬いということが分かりました。ですから RC9T は総じて踏み足も引き足も硬い合成があるというシューズだと言えます。そして RC9 がね12に対して RC9T がこの位置にあるわけですから、RC9T はですね、合成指数12というよりは13ぐらいというような表現をしていいんじゃないかなというふうに考えております。ですからRC9 より硬いシューズがいいっていう方は RC9T という選択肢もね、あっていいんじゃないかなというふうに思います。さて今度はボアダイヤルその他締め方をですね見てみたいと思います。まず RC9 はボアダイヤルが2個ついています。でボアダイヤルは締める方もできますし緩める方もできる、このタイプですね。前のダイヤルも後ろのダイヤルも両方締めたり緩めたりできます。そしてボアダイヤルがですね特にこの上側ここ私結構ね重要だと思ってるんですけど、反対側のアッパーから回ってきたそのアッパーの上についてます。で紐を引っ掛ける方がここについている、そんな構造ですね。これが RC9。RC9T は今度はボアダイヤルは1個です。これは締める方も緩める方も両方、これは RC9 と同じ両方に動きます。でつま先の方がですね今度こっちはこうベルクロ方式になっています。ですから、特にここの部分をよく締められるようになっていて、でダイヤルがですね先ほど RC9 はこっち側にここについてたんですけれど RC9T は下のボディの方にといったらいいんですかね、アッパーのこの動かない方についています。これは大きな特徴です。であともう一個違いがあって、このセンターの部分のカットですね。このシワが寄るか寄らないか、今アップで映し出しましたけど見えますか。この部分ですね。RC9T のこの部分はこうご覧のようにカットが違います。こう分かりますか。でこれ締めていくとこういうふうにシワが寄りますよね。こういうふうに。で RC9T はこうカットがしてあるのでギュッと締めてもシワは寄りますけどシワの寄る場所が違うという感じで、どっちがいいってことはないと思うんですけれども、こういうふうに先端部分のシワの寄るようなそのカットのアッパーのカットの構造もですねデザインもちょっと違います。これが RC9 と RC9T のアッパーの違いです。今回ですね、これでもかっていうぐらいディープに比較をしていたらですね、まさかの長さになってしまいましたので、この続きはですねパート2に行きたいと思います。なのでですね、ぜひ皆さんチャンネル登録をしてこのパート2をですね楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。それではパート2にご期待ください。